こんにちは、ふるちゃんです。今回は3月31日から開催される千年決戦編プライズガチャトレスペスティアの3キャラクターを紹介していきます。それではまず1人目、シアン・スンスンです。シアン・スンスンは技属性となっており、キラーはフォローキラープラス、ソウル特性は強攻撃クールタイム 14% 短縮になります。すべての攻撃に麻痺プラスを持つ赤攻撃タイプの強攻撃特化となっております。パッシブスキルは緊急回避回数プラス1、強攻撃範囲アップ 20%、敵ガード無効、赤攻撃無効貫通を持っております。さらに EX アクション、広範囲攻撃&バリア、超防御付与がついております。その他のアビリティは記載の通りです。それでは実際のクエストに合わせて特徴を見ていきましょう。すべての攻撃に麻痺プラス付与を持つので、敵の動きを止めて有利に戦うことができます。また、状態異常プラスの効果により他の状態異常と重複して麻痺プラスをかけることができるため、状態異常の効果を最大限に発揮することが可能です。その他にはアビリティ、敵麻痺状態時全ダメージ 40% アップや状態異常付与時一定時間冷圧 80% アップを持っております。さらに属性などの条件がなく味方も強化できるチームパーティー敵状態異常時全ダメージ 20% アップを持つので、麻痺プラスを付与した敵に大きなダメージを与えられるのが特徴です。そして EX アクション、広範囲攻撃&バリア超防御付与により自身を中心とした平範囲の攻撃を行い、仲間の防御力を30秒間大幅に上昇させつつバリアを2枚付与します。攻撃を行いながら仲間の耐久力を向上できるので、早めに発動することで味方を守りつつ戦うことが可能です。最後にフォローキラープラスを持っており、グループバトル時強攻撃ヒット数アッププラス3、グループバトル時赤攻撃ダメージ 30% アップ、グループバトル時キラー効果 50% アップというグループバトルで強化される能力を多く持っています。これによってフォローキラー、赤攻撃がダメージアップするルールのグループバトルで大いに活躍することができます。次に各攻撃の紹介です。まずは通常攻撃です。通常攻撃は4段構成の赤攻撃となっております。続いては強攻撃です。強攻撃1は前進しながらの攻撃です。次に強攻撃2です。強攻撃2は自身の周りを含めた前方攻撃です。そして強攻撃3です。強攻撃3は全画面の攻撃となっております。最後に必殺技1つです。ごきげんよう。よそ見は禁物ですわ。以上、シアン・スンスンでした。続いてはフランチェスカ・ミラローズです。フランチェスカ・ミラローズは持続性となっており、キラーはクインシーと死神キラー、ソウル特性は被ダメージ 21% ダウンになります。すべての攻撃に弱体プラスを持つ赤攻撃タイプの通常攻撃特化となっております。パッシブスキルは緊急回避回数プラス1、通常攻撃範囲アップ 20%、敵ガード無効、赤攻撃無効貫通を持っております。その他のアビリティは記載の通りです。それでは実際のクエストに合わせて特徴を見ていきましょう。すべての攻撃に弱体プラス付与を持つので、付与できれば敵から受けるダメージを1にし、敵に多くのダメージを与えられます。また状態異常プラスの効果により他の状態異常と重複して弱体プラスをかけることができるため、状態異常の効果を最大限に発揮することが可能です。その他にはアビリティ、バトル限定、開始時一定時間無敵、バトル限定、一定時間体力11でバトルにおいて強力な耐久能力を持っています。そしてアビリティ、バトル限定、無敵貫通、バトル限定、敵撃破時致死ダメージ生存無効によって
様々な防御系能力を無効化できるため、バトルで大いに活躍することができます。それだけでなく、アビリティ、バトル限定、心属性または地属性の敵強化技、衰弱技効果無効により、心属性と地属性の敵の強化技や衰弱技の発動を阻止できます。これによって、強化技や衰弱技の効果に頼った相手の得意戦法を封じることができます。さらに新たなアビリティ、バトル限定、体力11貫通を持つので、敵がバトル限定、一定時間体力11を持っていても、敵に通常通りダメージを与えて倒すことができます。また、アビリティ、バトル限定、一定時間体力11を持つので、自身はしぶとく戦い抜けるのも強みです。最後に、アビリティ、通常攻撃ヒット数アッププラス3に加えて、体力半減時限定、通常攻撃ダメージ 50% アップを持っています。クインシーキラーと死神キラーの2つのキラーを持つので、多くのキャラクターに火力で上回って戦えるのも特徴です。次に各攻撃の紹介です。まずは通常攻撃です。通常攻撃は4段構成の赤攻撃となっております。続いては強攻撃です。強攻撃1は横幅のある前方攻撃です。次に強攻撃2です。強攻撃2は前進しながらの攻撃です。そして強攻撃3です。強攻撃3は自身を中心とした遠範囲攻撃となります。最後に必殺技彩波です。なめた真似しやがって。以上、フランチェスカ・ミラローズでした。続いてはエミル・アパッチです。エミル・アパッチは即属性となっており、キラーは無所属キラープラス、ソウル特性は通常攻撃ダメージ 35% アップになります。強攻撃2に強化技を持ち、それ以外の全ての攻撃に列車プラスを持つ青攻撃タイプの通常攻撃特化となっております。パッシブスキルは緊急回避回数プラス1、通常攻撃範囲アップ 20%、無所属からのダメージ回避 50% を持っています。その他のアビリティは記載の通りです。それでは実際のクエストに合わせて特徴を見ていきましょう。強攻撃2以外の攻撃に列車プラス付与を持つので、敵の強攻撃を封印しつつ継続ダメージを与えることができます。また状態異常プラスの効果により他の状態異常と重複して列車プラスをかけることができるため、状態異常の効果を最大限に発揮することが可能です。さらに強攻撃2に強化技を持ち、アビリティ強化技効果アップ、強化技時間延長によって自身を含む仲間全員の能力を大きく向上させて殲滅力と耐久力を強化できます。その他にはソウル特性、通常攻撃ダメージ 35% アップを持ち、アビリティ通常攻撃ダメージ 50% アップと合わせて通常攻撃ダメージ 85% アップとなります。これに加えて仲間にも効果のあるアビリティチームパーティー即属性の通常攻撃ダメージ 20% アップを持つので、通常攻撃火力に優れています。最後にアビリティグループバトル時通常攻撃ヒット数アッププラス2など、グループバトルで強化される能力を多く持っています。無所属キラープラスを持っているので、無所属キラー青攻撃がダメージアップするルールのグループバトルの非操作キャラで進化を発揮するキャラクターとなっております。次に各攻撃の紹介です。まずは通常攻撃です。通常攻撃は4段構成の青攻撃となっております。続いては強攻撃です。強攻撃1は奥行きのある前方攻撃です。次に強攻撃2です。強攻撃2は自身を中心とした遠範囲攻撃となります。
そして強攻撃3です。強攻撃3は自身の周りを含めた前方攻撃です。最後に必殺技セロです。かしゃい。ああ、やっちまったか。以上、エミル・アパッチでした。千年決戦編プライズガチャトレス・ベスティアのキャラクター紹介でした。新キャラクターは3月31日から登場予定です。ぜひ皆さんゲットしてください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。